広坂正美です。広坂正明です。今回、はい、父正明の手によって四駆を作ることになりました。オフロードです。その経緯をお話ししていきたいと思うんですけれども、それにはまずこの車に登場していただきましょう。まず横浜に入って、1989年にオーストラリアのこれは従来の、スーパードッグファイターを改良して世界戦にチャレンジしたのが第1作目で、それから91年93年95年それまでは、少しずつバージョンアップしていって、世界戦4連覇まで行きました。そしてそこでもう、バージョンアップも限界が来て、新しく一から設計して世界戦に挑戦したのがこの MX です。これが1997年のことですね。これはもうほとんど従来のパーツは使わずに全部ブランニューで作った車です。それで、おかげさまでTQ 優勝することができました。1997年の世界選手権で優勝した車がこの MX4 ですね。そうですね。はい、これはもう純粋に私が 100% 作った車と、従来のようにモデルチェンジじゃなくて、一から作った車です。約2年間かけてこれ作りました。そしてプロトタイプで世界戦に優勝することができました。そしてその2年後の次の世界選手権、これは確かフィンランドですね。1999年のフィンランドの時に、悪夢が襲ってまいりました。これがその97年の車のいわゆる市販バージョンですね。プロダクションモデルでこれ世界戦に参加したんですけれど、残念ながら、初めて正美がチャンピオンを取ってから初めて A 面落ちという屈辱を味わったわけですね。これの主な原因はやっぱりちょっと車の弱点が出てレース中に壊れてしまって結局決勝に残れなかったと、それで大きなショックを味わったわけですよね。B 面落ちってほぼ記憶がないので、本当にディフェンディングチャンピオンで挑んだフィンランド大会だったんですけど、完全惨敗でもうこねっぱにやられましたね。そうね。私も長年世界戦やってきて初めて A メインの決勝をスタンドから見たと。今まではピット下で必ず A メインだから見てたのが、それを決勝スタンドから見るっていうね、これは自分にとってはものすごい屈辱ですよね。ですので10年近くずっとチャンピオンを守ってきて、そしてそのフィンランド大会で惨敗したと。で次の大会につながるんですけれども、その次が2001年の世界選手権になりますね。だからやはりこの車的にもいろいろ問題もあったので、やはりもう一回一から洗い直してこの MX を次の大会で何とか雪辱を果たすということで、また一から今度はもう本当に全部もう一度洗い直すというところで、駆動系から足回りから全部また一新して、そして91年の南アフリカ、2001年2001年の2001の南アフリカに備えたわけですよね。でそれでかなり自分的にもいい車ができて、これはいけるということで、レースは10月だったんですけど、6月にそのプレワールドが同じ南アフリカであるということで、前回フィンランドで、優勝したユカスティナリですね。僕が負けた時にチャンピオンになったフィンランド人のユカスタニエ選手ですね。そうですね。その選手ともやっぱり一騎打ちになって、それで大接戦でやって、それで優勝できたわけですよね。ですごく車もよく走ったし、自信を持ってこれは本戦いけると
いうことで、まあアスジの選手もサポートしてたんで、まあいろいろアドバイスももらってたんで、今度アメリカへ行ってね、そのプロとかを持って行って、アスジの選手にテストしてもらおうというところでアメリカに向かって、ところがなんとその途中でその例の911のテロですね、ちょうど飛行機に乗ってる最中にそのテロが起きて、我々アメリカへ着けなかったわけですよね。ちょうど太陽のど真ん中あたりでなんか事件が起きたらしくて、そして着いたところがカナダで、そこで強制的に降ろされて、でまああの当時もう身動きできないんですよね。そこへみんなアメリカはもう一切飛行機飛ばないし、でカナダでちょうど1週間丸々1週間足止めされて、もうその時にもういわゆる緊急着陸だったので手荷物だけしか持っておられなくて、でその大事なプロトとか工具一式荷物が全部機内に残ったままで、そのまま飛行機がどっか行ってしまったんですよね。でそれが1週間経ってようやく飛べるようになっても結局荷物が帰ってこなくて、それでもう1週間またアメリカに滞在して、でようやくなんとかかろうじてその荷物を手にすることができて、ただもうテストどころじゃないんでそのまま日本に帰ってきたわけですけどね。そしてもうレースの間近になってきたんで、さてどうしたもんかっていうと、今度はそのレースそのものを中止にするという、ユーマの方の決定があって、これ世界的な大きな事件なんで、これはもう世界選手権どころじゃないということで中止になってしまったんですよね。でそしてその翌年に延期すると。2002年ですね。2002年。2002年はオンロードの年なので、オンロードも同じ南アフリカで決定してたんで、同じ場所なんで、1週間前にそのオフロードをやると、オフロードとオンロードを2日続けてやるっていうことなんでね。これは私自身は別にやれんことはないと、車もできてると思ったけど、周りからストップがかかって、やはりその当時はもうツーリングが中心になってたんでね、もうツーリングに力を入れるべきだと。ツーリングと12分の1があるんで、いやそっちに力を入れてもうオフロードはパスするということで、結局そのプロトも出番がなくなってしまったわけですよね。そしてもう、ツーリングに出て、その次のこの選手権が今度は2003年になるので、今度はアメリカになるのでね、で今度はそう、よしじゃあアメリカへ行ってやろうということで、今度はアメリカで、本場でねなんとか優勝しようと思って意気込んだんですけれど、今度は会社の方のね方針でエンジンカーをやるということになって、それで急遽エンジンの方へ向いてしまって、でその翌年2004年にその10分の1のツーリングのエンジンの世界選手権が第1回が始まるということで、そちらへ参加したいということになって、ところがその予選がオフロードの世界選手権に重なってしまったということで、結局そちらももう出られなくなってしまった。でオフロードを結局パスしないといけなくなって、でそのツーリングの GP ツーリングの全日本に参加したわけですね。だから2回飛ばされてしまった。2001年も出れなくて2年も出れなくて3年も出れなかったんですね。そう3年間結局出れなくて、結局そのプロして作ったプロトタイプがもう消滅してしまったわけですよね。でもうその翌年は私はもう横も退社して独立したので、もうその MXO もそのプロトタイプを最後にしてなんか煮え切らないまま結局は終わってしまったと、そういういきさつがあるわけですよね。そこで結局もうまさにも横も退社して今度はジオースに入ったと
ことで、それでまたそこにその提案が出てきて、親子でもう一回ね、世界戦という意味じゃなくて、その挑戦してみないかという提案があったわけですよね。今日は2024年なんですよ、今。そうあれから20年後なんですね。ちょうど20年ね。これちょうどたまたまっていうか、2年前2002年にやっぱりジオオスカの提案でアルフって12分の1のレシュガを作ったんですよね。これが40年前の車を再現というか新しくして限定販売で作らせてもらって、それがすごく好評だって、それの第2弾として今度は20年後のその MX4 をねやってみないかっていう提案をもらったわけですよね。私自身はもうはっきり言ってあまり自信なかったんですけれど、チャンスとしてはやっぱり自分でもやっぱり横門にいてて一番の心残りがそうだったんですよね。やっぱり MX4 はせっかくチャンピオンを取って、それからそのレースに出て負けたら仕方がない。でも結局最後は日抜け舞台に上がれずに終わってしまったと。ということで、すごく心残りがあって、それをもう一回ね再現できるとしたら、じゃあ20年後どんな車ができるんだろうと。今更ねその世界選手権に挑戦しようっていうそういう気持ちじゃないんですけれど、もし同じような気持ちでこれで世界戦に挑戦できるんだったら、この MX4 をねもう一回20年後の MX4 とどんなんだろうとやってみたいなというところで今回その式が出たんですね。だからもう20年前に時が止まってるんでね、私はその間もうほとんどレース活動してないし、今本当の意味で通用するそういうマシンはできないかもしれないけれど、ただやっぱりその時のノウハウとやっぱり今の状況とそれを合わせた一つの提案っていうかね、やっぱりMX4 っていうのはやっぱり自分にとってもすごい大切な車なので、それを将来に残していきたいと、いい形でね負けて残すんじゃなくて、勝ってっていう意味じゃなくて、こういうものが自分の提案として出せればいいかなと思って挑戦しました。それではいよいよ車の紹介をしていきたいと思います。その前に名前からいきましょうか。まずネーミング、やっぱり MX4 でいきますか。やっぱりねMX4 っていうのは一番最初の MX4 っていうのは実は私はつけたんですけれど、そのアイデアを出してくれたのはアメリカのチームドライバーで、最初は97年の世界戦の時はエントリーした時は YG10 だったんですよね、それまでの車で。それでは面白くないっていうんでプロでその時にデビューしたんでね、それまで当然シークレットに見せなかったですけど、それで新しく思いつけようとで考えてくれたのが MX。 アメリカ人でしたよね、確かね。アメリカ人チームメイトで。そうチームメイトでね。でステッカーまで作ってくれたんでね。でどうしてかっていうと、M っていうのは正明正美の M、 X はこれ未知数っていうねニュータイプだったんで、それの方と簡単に見えるような名前で4区をね、これでじゃあいいんじゃないかということで急遽そのエントリーを MX4 にしたんですね。でもそのまま定着してしまって、本来は発売の時に名前変わるんですけど、その MX4 でいいじゃないかということでその MX4 になったわけです。でそれを今回使いたかったんですけど、MX4 っていうのは横浜ブランドなんでね、そのジオオスから出すのにはこれはまずいということで、横浜の方に談判をしまして、
でこういう、そういう事情を説明してこれを使わせてもらえないかということで、交渉したら、いいですよということで、私が作った車っていうことで MX4 を使うということで、だからこの車は MX4 なんですよね。だからこれが違った名前だとちょっと何ていう名前つけてはいいかわからないと、ジオースっていうわけにもいかないし、でもMX4 が使えると、そういうことで私はこの MX4 の未来版次期 MX4 という形で今回 MX4 を使うことにしました。じゃあ MX4。そうです。それと、もう一つ付属で、フォーエバー MX4 フォーエバー。これが私が多分もう遺作になると思うんで、もうこれ以上多分今作れないんで、最後の車っていう意味で、その MX4 は後世に残ってほしいと、名前のね MX4 っていう名前はラジコン界の歴史の中で一つの何ていうのかな、何かを作ったその足跡で、それにこの最後の車は永遠にね、その MX4 っていうのはユーザーの記憶の中に残ってほしいっていう意味で「フォーエバー」永遠にっていう、そういうネーミングをしました。思いを込めた名前なんですね。そうですね。なるほど。これボディも作った感じですね、一から。そうです。ボディも最近の流行のフロントキャビンじゃなくて、やっぱり当時のイメージで、やっぱりMX4 っていうのはイメージ、当時はデザインも斬新だったんですよね。でそれをベースにして、私がちょっと手作りでパパッと作ったやつをアザラシさんにデザインしてもらって、チームアザラシさんねが出来上がったのがこの車ですね。だからイメージは MX と残ってると思うんですよ。でそれに少し車高を下げて、ちょっと今風にしてモディファイして自分ではかっこいいと思ってます。中行きましょうか。では中をお見せしたいと思います。はい、中身です。これ金パカでしょ。すごい見た目にオーラあるね。あるでしょ。ある。それも好き。やっぱりイメージはもう完全に色坂デザインなんで、ただ一部ね、そういう既製のパーツも使ってますけど、サスアームも削り出し？成形重視はないです。だから一部このフロントクランクとかね、このぐらいで、サスアーム、それから足回り、ユニバーサル、すべてマジンカットです。ユニバーサルも？ユニバーサルはね、シャフトまでアルミです。端まで。端まで。以前得意としてた。そう。以前ね、これはプロトタイプも全部アルミだったんでね。その辺のノウハウを使って、モーターもミッドタイプ使って。モーターがこの辺に来てますね。前に来てますね。だからモーター一つ分以上前に来て、真ん中ではないんですけど、かなりフロントに来て。ギアデフで。ギアで。当時はね、ボールデフだったんですけど、ボールデフっていうのはすごく組みもにくいし、調整しにくいし、今だとやっぱりギアと、当時でもこういう密閉タイプのギアがあればね、使ってたと思うので、それとバッテリーね。このバッテリーがリポになったことによって、すごいレイアウトが変わったのね。今までは6セル積まなきゃいけなかった。だから従来の当時の車だとすごいスペースが難しかったのね。でこれだとかなりスペースがあるね。かなり走りそうっすね。見た感じね、多分ね、その設計的には以前のやつとほとんどベースにしてるんで走ると思いますよ。この車で2003年の世界選手権戦ったら勝てるかな。と思うんで、
勝てそうだね。当時のプロトよりまあちょっと仕様が違うんでね、バッテリーとか。でもあれ並みの性能は出てると。ほとんど変わってないんでね。例えばフロントのジオメトリーとかサスラムとか、そういうこのフロントのねハビキャリアとか、この辺はもう全然違ったんで、あの当時でもそのシェアモデルとはね。一番この車を作るにあたってこだわった点ってどこですか？やっぱりね、足回り。足回り、一番重要なところですね。だからまあ駆動系っていうのはもうみんなほとんど限られてしまうんで、だから足回りのいわゆるジオメトリーってね、この動き方、それとかそういうものっていうのはこれ現在でも通用すると思うんだよね。走りそうだね。それでまあこれ、本来ならここからテストしていって、例えばこれで世界戦出るとなればね、そのベースがそういうので、一つのこだわりとして目立つようにゴールドをアルマイトにして、まだテストをしていって変えていくことはできるもんね。まだ発売まで時間があるもんね。そうで味付けね。結局ほらそういう成形パーツをほとんど使ってないんで、例えばデザインをちょっと変えるとか、アッパー的に変えるとか、そういうことは可能や。これがもう最初の1号車でもある、いいっすね。だからこうフロントのちょっと睨みを利かしたフロントショックタワーとかね。シリアルナンバーも入ってるね。シリアルナンバーは入ってる。入ってますね。では最後になりますけど、MX4 Forever を発売することになった思い、今の気持ち伝えてもらえますか？そうね、やっぱり、ちょうど2年前にそのアルフを作って、もうそれが最後だと自分ではもう言ってアルフ作らせてもらって、そしてあれがレーシングで一番最初の私の作品なんで、それが最後に残って、あれもフォーエバーです。アルフフォーエバーですよね。でそれの今度オフロード版、これができて、もうはっきり言ってね、私もいろいろもう年も取ってきて、もういろいろね、目の手術をしたりね、そんなんで、これもうこう一部組んでてもなかなか昔みたいに思うように作業できないんですよね。もう目が見えないし、手も思うように動かない。だからやっぱり今の自分の持ってるものを全てをつぎ込んで、本当にこうなんとか残したいっていうね、皆さんにこう思い出として持ってほしいと。私はもう死んでいく身ですけど、これは永遠に残ってくれる車なんでね、そういう形でやっぱり自分の魂を込めた車なんでね、やっぱりその思い出とともに持ってほしいなと思いますね。魂がこもったマシーンなんですね。最後のマシーンって感じですね。だからね、やっぱり世界戦でもそう、やっぱりね、車を作る時っていうのは、私やっぱりもちろん作るけど、やっぱり魂を込めてね。魂を込めて。それがやっぱり今まで世界戦でも車が走ってくれたね。魂が走ってくれたと思うんだよね。だから同じように、それを車を見て感じてもらえたら嬉しいなと思いますね。なるほど。じゃあこれからテスト、それから制作で、発売になるんですけど、無事に発売できるまで頑張っていきましょう。そうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。100台限定です。100台頑張って作ります。ボディも100竹塗装です。そうそうね。これはもう見てわかると思う。麺も入ってるしね。よろしくお願いします。